皆さん、こんにちは。時間を旅する赤熊チャンネルです。今日は国鉄型機動車に乗車するために徳島にやってきました。どんなプランで行くのか聞かせてくれへんか？徳島から引田まで普通列車に乗車。引田から高松まで特急うずしお28号に乗車。高松から大阪まで寝台特急サンライズ瀬戸に乗車するプランです。なかなか面白そうなプランやな。徳島駅の改札口は未だに自動改札ではなく対面で手渡すというスタイルなんやで。この方が温かみがあってよかったんやけどな。とうとう2026年6月13日始発列車から徳島駅に自動改札機が置かれるらしい。これはほんま残念で仕方がないな。本当に残念です。徳島駅の跨線橋から見る眺めは昭和の雰囲気があっていいな。これは壮観やな。国鉄型ばかりやんか。白と水色の四国色はセンスありすぎやろ。高徳線うずしおアンパンマン列車がいるね。2025年にデビューしたばかりのアンパンマン列車です。特急剣山のキハ185とキハ47の国鉄型の並びやな。四国色のキハ47はええな。非力なオリジナルエンジンの加速力は本当に遅いな。ほんま加速力のないキハ47やな。この姿もあと少しで見納めになると思うとほんま寂しいわ。JR 四国さんがここまで大事に使ってくださったおかげでこの貴重なキハに乗れることができるのは本当に嬉しいです。ほんまやな。感謝せなあかんわ。これや高徳線の普通列車引田行きが表示されとる。現在わずか1往復だけやけど損地されたしな。日が長いこの時期ならなんとか景色が見えるからな。入ってきよった。2両かと思ってたけど3両なんや。この四国色はやっぱりええわ。先頭からキハ40、2108、キハ47、145、キハ47、178という編成でした。さあ、乗車したいと思います。ザ・国鉄という漢字の車内に恋をしそう。こそばいこと言うな。このアングルええよな。駅弁でも売りに来そうな雰囲気がするね。そろそろ出発の18時26分なので車内に戻りましょう。壊れてるんか。片側だけ先に閉まりよった。DMF15 の立派な轟音がする割には立ち上がりの加速感が全くない。これぞ国鉄のオリジナルエンジンなのである。小さい窓のある場所を陣取って少し窓を開けさせていただき撮影しました。気候はちょうどええから問題あらへんけど小さい窓だけ開けるんがええかな。学生の目線がごっつい気になるけど許してや。この JR 四国のメロディーええやんか。私もいいと思います。終着駅引田までは1時間、国鉄型機動車を楽しもうね。この佐古駅の2番ホームは通過列車の高速化に対応するためパントがつけられ列車が大きく傾いた状態で停車します。ここまで列車が傾く駅はあった山崎駅も結構カンとついてました。京都の山崎駅は通過列車がよう通るしカーブに駅があるさかいな。
陽が爆発してるポケット3のダメなところなんです。露出を落としたら暗くなりよるしな。iPhone やったら綺麗に太陽撮れるから撮ってみー。本当だ、こっちの方がいいよね。そうやろ。今日は雲がないから夕日めちゃ綺麗な。言うたのにまたポケット3で撮るから吉野川の見せ場の夕日あかんやんか。ごめんなさい、太陽が爆発してる。爆発してるじゃないやろ。もったいないな。こんな綺麗な夕日はなかなか見れんのに。雰囲気だけでお許しを、お代官様。池の谷駅の手前にあるハス畑だけど、まだ時期が早くてハスの葉がいまいちだね。前にナルトまでキハに乗車した時は大きなハスの葉がいっぱいだったけどな。この日の長い季節じゃないとこの時点で夕日は沈んでしまっていそう。ベストな時期というわけやな。水鏡に夕日の光が映って綺麗な。この辺りはコウノトリを結構見ることができます。きっと今日は夕暮れで鳥も家に帰ったのかも。この辺りが結構綺麗な場所でローカル線に乗ってるなみたいな感じやな。この池の谷駅で高松に行く高徳線と鳴門に行く鳴門線に分かれます。分岐点の駅は何か知らんけどええよな。坂東駅で列車交換です。国鉄型機動車ではなく残念。運転席同士の連結部は魅力があるよね。昔は助手席は座れたのに何でもあかんようになっていきよる。運転席はクーラーなんかなかった時代の車両なので夏は大変やろうな。汚れがないと信じて開けるとただの古びたトイレでした。よう残ってるよな。板野駅で7分の停車です。これは撮影のチャンスだね。あんた乗り遅れる癖があるから気ぃつけや。はーい。板野を出発しました。板野からがこの列車の真骨頂や。次の阿波大宮までは上り勾配の区間なんや。板野から大阪峠を越えて讃岐相生までの所要時間が国鉄型機動車のキハ40系では20分、JR 四国の1200型や1500型の普通列車なら13分。これだけの所要時間に差があります。どれだけ国鉄型機動車がこの大阪峠越えが大変だと分かってもらえると思います。日が長い期間なので19時でもこの明るさが残っています。まあこれを狙って乗車したわけなんですけどね。豪快なエンジン音に対して全く上がらない速度。多分30キロほどしかスピードが出ていないと思われます。大阪峠はあの源義経が峠越えをしたところでも有名です。一ノ谷の戦いで平家軍は敗れ、讃岐や島に逃れた平家軍追討の命を受け、義経は渡辺の津から嵐の中を渡海し阿波に上陸しました。新見城主近藤六誓への先導を受けて大阪峠を越えたとされています。屋島の戦いにおいて義経が阿波から讃岐へ抜ける難所大阪峠を越えて奇襲をかけたことは平家にとってまさに夢にも思わぬ出来事でした。その後平家は壇ノ浦の戦いで敗れ滅亡したのでした。もう列車の話だったらいいけど、源義経の話なの？ごめんな、ついつい話してもうたわ。板野でほとんど人降りてもうて貸し切り状態やな。
今からでもいいからこのキハの音を堪能しようではないか。それはそうやな。なんか止まりそうな遅さやな。阿波大宮に到着しました。あと少し頑張ってもうすぐ上り勾配が終わりますからね。そしたら大阪山トンネルに入ればあとは下り勾配で楽になるはずです。大阪山トンネルは徳島県と香川県の県境にあり、全長989メートルのトンネルです。ここは先ほども茜が話していたように源義経が屋島攻めの際に越えたという伝承があります。江戸時代から阿波と讃岐の境に位置する交通の要衝として栄えたそうです。やっと大阪峠の大阪山トンネルやな。国鉄型機動車のキハもよう頑張ってくれたな。ありがとうやで。トンネルに入るような気配になってきよった。徳島県またな。トンネルを抜けると瀬戸内海が見えてきました。沖に見えとるのは通年島と松島やな。明るい時間に見れたら美しい島なんやろうな。見てみ、トワイライトがめちゃ綺麗やで。吸い込まれそうなほど綺麗なトワイライトだね。こんな景色が引けた付近で見れるなんて思うてもしなかったな。私も思わなかった。まさかこれほど綺麗な景色が見れるなんてね。この列車では一番の見どころになった感じがします。夕日では私のミスで失敗しちゃったけど、この景色が撮れて本当に良かった。さよなら満塁ホームランみたいな感じやな。あんたが元気になってほんまよかったわ。今日のこの景色は私の目に焼き付けておくわ。このメロディーとも多分今日が最後だと思うけど、ちゃんと聴けたし良い思い出となりました。そう遠くない将来に消滅する四国のキハだけど、今回乗車できて本当に良かったです。多分今日がこの列車に乗車する最後の機会だったと思います。国鉄型機動車に感謝を込めてありがとうございました。終点の引桁に着いたので、車内を通りながら降りるとするか。ほんま誰もおらんな。ボックス座席がかろうじて真ん中に残されているキハ40のシート配列。人がたくさん乗れるようにシート配列を変更したのかな。乗車してきたキハは夜間停泊し、翌朝引桁から高松まで走り、夜に高松から徳島まで走るそうです。終着駅で降りたのが私たちだけというのも寂しいけど、自由に撮影できるというのは動画を撮ってるもんにしては嬉しいな。残照と駅の明かりに照らされた四国色のキハ47がいい雰囲気でした。西南西の空に明るく輝く金星と三日月がとても綺麗やったわ。こうやってキハを見ているとタイムスリップしたかのようやわ。乗務員がキハの照明とエンジンを切って翌朝までしばしの眠りです。この引桁駅は無人駅なので乗務員さんはどうするかと思っていましたが、私たちが乗車した特急渦潮28号に便乗していました。特急渦潮28号高松行きが来ましたよ。
目的のキハが引けたまでやから、高松まではこの特急で行かなしゃあないな。30分と短い乗車やったけど快適な車内やったわ。キハとは違って快適なシートですぐ寝てしまいました。あんた座った途端寝てたもんな。向かいのホームにタラコが止まってるやんか。タラコは四国では2両だけしかいなかったよな。そうだと思うけど、懐かしい。去年あれに乗車したよ。今日乗車してきたキハは明日この時間に徳島に帰るわけやな。確かに調べたらそうなってる。JR 西日本のような改造たらこでなく、塗装や窓枠に至るまで国鉄がそのまま残っているような車体やな。もうこれは感動やわ。ものが見れたのもあんたのおかげやな。ありがとうやで。四国といえばやっぱりアンパンマン列車だよね。いつかは四国のアンパンマン列車を制覇したいと思います。これから大阪まで乗車する寝台特急サンライズ瀬戸の案内が電光掲示板に出てますよ。寝台特急サンライズ瀬戸が入線してきたで。寝台列車の雰囲気はたまらんな。ワクワクしてきよる。どの部屋に乗るんや？12号車ののびのび座席の上段です。またカーペット部屋やんか。大阪までと短い区間なんだから我慢してください。しゃあないな。ほな乗車するで。これぞ寝台列車の香りやわ。普通の列車にはない感じがええよな。車内放送が流れるみたいだから聞いてみましょう。寝台特急サンライズ瀬戸号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号東京行きです。止まります駅は坂出、小島、岡山、姫路、三宮、大阪、静岡、富士、沼津、熱海、横浜、終点東京です。列車は前から14号車、13号車の順に一番後ろが8号車です。のびのび座席は12号車です。すべての個室および座席は指定席です。お手持ちの特急券、寝台券をお確かめの上ご乗車ください。この列車では車内販売の営業はいたしておりません。ご了承ください。廊下にはカーテンがあるんだけど、部屋の境目にもカーテンが欲しいな。のびのび座席は男女で車両を分けてくれれば嬉しいんだけどな。正直、防犯面など心配なところも多いのでなかなかぐっすり眠れないです。私のような短い区間ならまだしも、東京まで行くなら絶対個室がいい。こちらは下段の様子です。上段と下段のどっちがいいのか悩むけど、私は一番隅の場所ならどっちでもいいと思います。今回の座席は 7D なので、上段の一番隅の座席です。真ん中あたりはさすがに嫌やわ。車両の真ん中に扉でもつけて男女分けた方がええと思うけどな。今まで何もなかったのか不思議やわ。ここが今回の寝床だよ。反対側から見た感じはこんな感じです。上段の自分の席から見た感じはこんな感じです。10号車にはミニサロンがあります。ここを使う場合はなるべく早く場所を取るのがいいですよ。ミニサロン横にはシャワーカードの販売機、そしてドリンクの自動販売機があります。車内販売はないけど、
ドリンクの自動販売機はありがたいな。のびのび座席は数回利用したことがあるんだけどなかなか寝れないんですよね。今回みたいな短い区間だけ乗るには十分な座席です。高速バスと違って体を伸ばして寝ることができることがとてもいいです。21時26分、寝台特急サンライズ瀬戸が高松を出発しました。ホーム側でないと暗くてちゃんと撮れんな。サンライズのガラスが汚いから明るいホーム側でも綺麗に撮れんしな。雰囲気だけでも撮れたらええよな。あんたまた船子かいな。そっか、今日南海フェリーやったし同じ靴下やな。そうだよ。南海フェリーの絨毯席でも履いていたでしょ。これが今日のチケットです。いつもあんたに任せてるけどよう撮れたな。出発して少しすると隣の女性はもう就寝していましたよ。きっと明日は仕事なのかもね。まだ結構空いているけど、どの駅で乗車してくるのかな。間もなく岡山なので連結シーンの撮影をしなきゃ。それまでミニサロンでスタンバっておきます。連結される車両付近で待ってるのが楽やしな。サンライズ瀬戸が先に岡山に到着するからな。その後サンライズ出雲が到着し、連結作業に入るわけやな。サンライズ出雲が来とるやんか。連結シーンはサンライズの一番のイベントやからな。そうだよね。これを見なければ徹子じゃないよね。あまり見とれて撮影していると掘っていかれるので注意やで。特にあんたは銀河で乗り遅れた実績があるからな。ああ、そうですよ。ぷんぷん。乗り遅れることもなく、岡山駅で無事連結作業を見学できました。眠いので大阪まで寝ることにします。私も大阪まで寝るわ。おやすみなさい。おやすみやで。大阪駅に到着しそうやで。はよ起きや。あれ、大阪駅に0時31分到着やのに1時やんか。30分も遅れて何かあったんかな。大阪駅に降りますよ。ほな、降りるで。短い区間しか乗車できなかったけど、また乗りに来るからね。終点までやっぱり乗りたいよな。また乗る機会あったら乗せてや。サンライズ瀬戸出雲は14両編成やから長いな。ほんま今回も乗り鉄ができたわ。けどこんな遅くなってもうたけど帰れるんか。今回はそれを見越して車をパーキングに預けてあるから大丈夫。相変わらず完璧やな。南海電車から南海フェリー、徳島から高松、そして大阪とぐるっと1日で回ってきたけど、どうだったでしょうか。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録してな。また次の動画でお会いいたしましょう。終わったと思ったら呼ばれて飛び出てあかねちゃんです。大阪駅の夜中1時の模様です。こんな時間に誰もおらんやろ。大阪駅からの中継は終わりや。眠たいからはよ帰ろう。